私がパリに来たのは1998年9月のことです。それから20年以上が経ちました。最初の頃はパリ生活が半年経ったとか1年半とか一月単位で振り返っていたものが、気がつけば人生の多くの時間をパリで費やしてきたことになります。年を取れば取るほど月日の経つのが早くなるとはよく言われてきたことですが、自分もいい年になってみると確かにその通りと、悲しいかな、しみじみと実感させられるものです。パリに来た頃のことはもう昔話と言ってもいいくらい遠いものになって、一生忘れないと思うくらい心に刻まれた出来事や人の言葉も、今となってはきれいさっぱり消え去っていたりするから情けない限り。これは実は時の流れのせいではなくて、自分が思うより忘れっぽい性格なのが原因なのかもしれません。そんなふうにこぼれ落ちてゆく記憶の中で、これだけは誰かに伝えておきたいということがあるものです。私にとってその一つがセーヌ川の源流にある家のこと、そこに暮らす家族との出会いの物語です。ところでセーヌの源流がどこにあるのか、皆さん想像がつきますか？セーヌ川がパリを流れる川であることは知っていても、その源流がどこにあるのかを答えられる人は、実はフランス人でもそう多くはありません。セーヌの源流はフランスのブルゴーニュ地方の森の中にあるのです。ブルゴーニュ地方といえばワインで有名ですけれど、この源流域にはブドウ畑はありません。ブルゴーニュの中心都市ディジョン、そこから北西におよそ40キロ、車で4、50分ほど行ったところにセーヌの源流はあります。2021年の今、Google マップでソースセーヌと入力すれば、たちまちその場所がポイントされて、パリの今私のいる場所からは289キロ、車で3時間12分と出ます。けれども私がその場所を初めて訪ねたのは2001年6月21日のこと。今からもう20年以上前のことですから、当然 Google マップなど便利なものは存在していませんでした。2001年といえばインターネットがようやく一般的に普及し始めた頃で、携帯電話はありましたがスマートフォンはまだありませんでした。そのため場所を確定するのには紙の地図が頼りでした。何重にも山折り谷折りになったのを開くとテーブルがいっぱいになってしまうくらいの地図です。フランスのいわゆる国土地理院が発行している地図の中でも青シリーズというのがあって、これは1センチが250メートルという縮尺なので歩く人向けのものです。そのシリーズの 3022 O という1枚の中にセーヌの源流は細く伸びてゆく青い線の始まりとして記されていて、Les sources de la Seine という文字が添えられています。Source というのは源という意味。Source de la Seine だとセーヌの源、つまりセーヌ川の源流です。
フランス語を話される方は、私がレ・ソースと言ったのをおやと思われたかもしれません。フランス語には男性名詞、女性名詞の区別があって、男性名詞の前にはル、女性名詞の前にはラという冠詞がつきます。ソースは女性名詞ですから、単数形ならばラ・ソースとなるはずのところですが、複数形のレとなっているのです。源流がどうして複数なのか、その理由は後々お話しすることにします。さて、6月21日、それは夏至の日ですが、どうして当時の私がこの日に訪ねることにしたのかは偶然ではありません。私はとにかく1年で一番昼の時間が長い日をあえて選んだのでした。ところで、私はペーパードライバーで車を運転しません。そうなると移動手段は公共交通機関頼み。日本でもそうですが、フランスでも地方では車がないとかなり不自由をします。セーヌの源流も当然地方というか森の中なのですから、そこまで行く手段がごくごく限られています。パリからディジョンまではフランスの新幹線 TGV が通っていますが、その先が問題です。当時のインターネットで調べると、鉄道ローカル線はその辺りには走っていなくて、ディジョンとシャティオン・シュール・セアヌという町をつなぐ路線バスがどうやら源流の辺りを走っているのではないかと当たりをつけました。路線バスの会社に電話をすると、確かにバスは源流の地方を走っていて、1日にほぼ3往復していることが確認できました。朝、昼、晩に1本ずつです。選択肢はとても少ないのですが、ともかくバスがあるのは幸いです。バスのルートは地図で見ると一直線に通っている道路を突き抜けるというもので、源流はそのまっすぐな道から毛細血管のように伸びるくねくねとした道の先にあります。つまりバスを降りてから地図で言うとだいたい10センチ分は歩かなくてはならないということになります。10センチとすると2キロ半、30分はかかるということです。青シリーズの地図では建物が黒い点で記されているのですが、バス路線のまっすぐな道にもそこから先の小道にも集落らしいものは全く見当たらず、途中に一つだけ黒い点があるばかりです。そのあたりの地図の色は緑色、つまり森が広がっているということのようです。セーヌの源流を訪ねる旅、そんな物好きな、しかも一人旅を決行するならば、一年で一番光が満ちている夏至の日しかない、そんなふうに決めたのでした。